こんちは。ギルクエを選別していく企画、始めてまいります。サブデータに育成してないクエが溜まってまして、中身を詳しく見ていく動画ですね。入手方法は大きく分けて2つだ。SNS での交換募集とすれ違いだね。交換は言うまでもなくマルチ時代のもの。もうもらって3、4年は経ってるかな。交換に凝ってた時期がありましたね。その時ブワーっと集めてました。すれ違いに関しては今年1月に実施。こちらは動画企画にしたものですね。視聴者さんにも呼びかけたよ。良質なクエがいくつも集まった。一度構成とかチェックはしてたんだけど、今回は宝も含めてプレイ感を詳しく見ていくよ。最初はジンオウガアシュとラージャンの組み合わせ。武器は片手双剣ですね。こちらはかの鉄線が掘れるクエです。マップ構成も神がかっている大本命。個人的にジンラー回すなら初期位置崖ラーは必須。ジン君は崖に侵入できないから自動分断が可能だ。このクエはさらに崖上ですぐラーと戦闘できる TA 向けなクエになってるかもね。ただし、崖上は事故も起きやすい地形です。場合によって崖下に誘導などしていきましょうね。しかし、このオルタロスとかいう害虫、なんでこんな好戦的なんでしょうか。カンタロスの方がおとなしかったよな。こいつら汁も飛ばしてくるしね。こいつら、登場はサンブレが最後だっけ。コウムラのシリーズに出たら見た目ヤバそう。ワールドのカンタロスのキモさヤバかったですよね。恐怖症モードの対象になることでしょう。で、妙にぐだりましたがサクッとラーを討伐しまして、ジン君に行きましょうか。ジンアやるの結構久々では、こいつは全然両クエに恵まれなかったな。極限化するモンスのアッシュは原種より狩りやすい。ジンとディアとティガだね。体力もアッシュのが 10% 程度低いんですよね。極限にならない分、さらに耐久力は低下します。素で頭が狙える喜び。これが普通なはずなんですがね。弱点が背中だけってどういうことだってばよ。頭なんて一番硬化しちゃいけない部位だよな。まだ低レベルだしガンガン攻めていこう。2スタンくらい取れば終わるだろう。今回は爆破なんで関係ないですが、ジンアは属性に弱い点も好きなんですよね。物理は若干硬いけど、原種と差別化されています。竜やられさえ気をつければ攻めるのは簡単。さっきから竜やられになってるが気にするな。物理だけでも十分通るさ。そういえばこいつって水も通りがいいんだよね。爆破とどっちが楽かな。怒り時の頭に25は魅力ですね。ラーは爆破のがいいけど、慣れてないのはジンです。おそらく水の方が早く終わりそうですが、流中食らってるうちは変わらないでしょうね。そうだよね。136まで育てるうちになれるかな。ほどなくしてジン君も終了。まあバカすか殴れて気分がいいわ。川マップなのが非常にいいですね。アシュはやりやすいと言っても普通に強いので。今のところメインに持っていく第一候補です。あと一つ、見ていない要素があります。以前の動画では手が回らなかった部分だな。今回はそちらも見ていこう。やっとお宝が出たぞ。なんかすごい出るまで時間かかった。レアの出現率はレベルに依存します。育ちきってないとなかなか出てくれません。ということでお宝エリアチェックですが、残念ながらキャンプ隣ではないですね。くそ、さすがにこれは求めすぎか。宝1なら神呼ぶ神なんだが。結果お宝エリアは2、青鉱石は3あった。青さんはナイスだね。距離的に全然マラソンにも耐えられるでしょうね。若干ラーで立ちすくむのが面倒ですけど。そもそもエリア構成と配置がいいので両クエは変わらず、交換してもらったことに感謝しましょう。だよね、これが差し後に手に入るんだもんな。まだまだ 4G は止まらねえ。よしどんどん行こう。次はクックラーのオノコンだね。見た目のグループはドスランポスと一緒ですね。DH とエイムオブトリックです。こちらもマップ構成は理想的なもの。クック侵入深エリアにラーがおります。ラーがよほど無駄らなければ落ち着いて対応可能。途中の崖を登らないと移動できないのだけネックかな。あと、エリア2以降は普通に合流するからそれは注意。なんかラーがクックにちょっかいかけ始めた。これたまに他モンスでもやられるんですよね。条件知ってる方いたら教えてください。ということでラーは終わらせてクックへ。この子の対処は非常に楽です。まず肥やし玉を当てよう。ぶっちゃけこれで半分クリアしたも同然だ。タイミング次第では移動までちょっとかかるから、適当に数発殴るのは OK だ。必須なのは納刀術と今後歌いもあるといいですね。風圧に邪魔されません。で、しばらくするとエリチェンが来ます。これを先行で叩き落としましょう。先行はミスらない方がいいけど、ミスっても移動先で同じことすれば大丈夫だ。あとはもうお察しの通り、移動しようとするのを永遠落とせばハメ成立さ。原種だろうがアッシュだろうが関係ありません。ある程度火力があればソロでも楽々です。ギルクエの潮流種はよくハメを食らいますね。ドスランといいクックといい。ガルルガはさすがに無理だが、あれは種族とか関係なく化け物だからいいか。コツらしいものはないけど、あんま欲張らないように。当然、先行が切れたらおしまいだからね。
ダメがちゃんと当たれば大抵ひるむので、攻めすぎってことにはなりづらいと思います。というか、小腕もしないと普通に面倒なんですよね。個人的にはアシュより原種の方が嫌いです。多分だけどアシュの方がためチャンス多いよね。原種はクソ虫投げがマジで避けられん。体力が多い割に報酬もかなり少ないし、ハメでも使わないと効率はかなり悪いぞ。ここもドスランポスと似ております。序盤のモンスターほど怠慢辛い現象。さて、ハメ3回目で早速終わりが見えてきました。クック先生もう虫の息です。やっぱりこれ使うと楽だな。クックラーはちょっとログレギとの相性は悪いけども、ノウトを繰り返せば問題なさそうだし、抵抗なければ一番ソロ向きの右ラーかもね。この点もドスランと以下略。こちらはマップ厳選が楽めなのが嬉しいです。ではお宝エリアを見ていきます。この区へも遠いと厳しそう。崖の移動距離がかなり長かったからな。3以降ならさすがにマラソンには使えぬ。結果から言うと1と2どちらにもなかった。ちょっと残念。まあ、例の掘れるクエは複数持ってるので、問題はないでしょう。しかしながら青鉱石はこちらも3つ完備です。これは嬉しいですね。クックの移動が2と3だから、クリア後のボーナスとしては十分か。それに、ベース点崖川の平坦3兄弟だし、まあ神マップと言っていいだろう。楽しみなクエが増えますね。こちらも育てていきたいです。はい次、3つ目はキリンラーの槍だ。制作者はおぼろし。そういえば、右上に小さく制作者名を載せてますが、今更ながら継承略なのでご了承ください。こちらも天、崖、川という平坦マップ揃い。槍が手に入るクエは我々的に貴重です。緑の7ハウル狙えるね。苔生やしていこうぜ。いいね、崖の移動距離が短いパターンだ。キリンをちゃんと終わらせればやりやすいぞ。宝は遠目ですが、これも青さんを完備しています。青鉱石に非常に恵まれてますね。槍だから少し後回しになるがいいクエだね。ネックは育てる手間だが、仕方あるまい。よし、後半戦見ていくぞ。今度はランポス城だね。こちらはサンデンさん作成の弓ボウガン。よく動画企画に出てくださる視聴者さんです。当然のごとく初期1ツタでランポスがいるぞ。ランポクエはこれが必須だから難しいんだよな。スタ下のスタートだけどこれは特に問題ないかな。結局、頭はめをする方向が重要だからね。ツタはめに必要なのは縦方向に長いツタであること。このくらいあれば十分と言えます。以前に触れましたが、ツタラン系は改造が多いらしく、自己産で受け取れるのは非常にありがたいです。しかも相方がジョーっていうのも素晴らしい。我々、ジョークへの在庫マジでなかったからな。ジョーは高耳と耐震が必要でやや圧迫されるが、体験との相性はいいはずだ。極限自体もだいぶ優しめな部類ですね。混同はおこ城の方がよっぽど強いと思います。それで、掘れる武器はライトのボルボバレットとクイーンブラスターですね。ボルボは置いといて、クイブラはかなり熱いな。レイヤー系の武器ってビジュアル強いんだよ。元がいいと全ての色パターンで生えてくれる、掘りがいのある武器と言えるだろう。弓もいいのが来ればしっかり練習したいです。多分、一番下手な武器種なんで。はい、ランプを終わらせてジョー君に来ました。時間的に140でも川で補足できそうですね。傾斜も悪くないけど、多少足は取られるからね。川でじっくりやりたいところだ。ジョーは体力がかなり多いけど、動きがシンプルだ。極限含めて攻撃チャンスも多いと思う。爆破がかなり有効なのも特徴的ですね。一般モースの3倍のダメージとなってます。それでいて耐性値の上昇も緩やかなので、我々の爆破ムントが刺さりそうです。狙う部位は頭と胸と足だね。通常、怒り、極限でそれぞれ有効部位が異なる。通常の G 級個体は胸を狙いやすいのいいよね。キャンセル足組はボーナスコードン。おこ城みたく飛びかかりにならないのが嬉しいです。ずっと高速狙われるのかなりストレスなんで。耐震があればどの武器でも弱点が狙えます。格差は感じにくいモンスターかも。極限中に足しか狙えないのもね、かえって格差をなくしてる形になってる。とはいえ足の肉質は微妙の一言。やっぱり弱点狙わんとタイムは出ないね。ジョー君といえば怒り中の胸狙いですね。めちゃ柔らかいのでかなり爽快感あります。通常値の頭も胸ほどでないですが柔らかいです。ちょっと当てるのが難しいですけどね。疲労中の振り向きは狙いやすいかもね。あとは偶発場面でしか当てられん。こいつも育てる中で慣れていかないとな。今のところジンアラーの次に育成予定だ。どんどんモンスのレパートリー増やさないとですね。ゴール探索の企画にもつながります。ほどなくしてジョー君も終了です。この子は川で寝るんですね。ここまで川マップだらけだぜ。ガチ構成ばっかで面白いな。ちなみにお宝は傾斜の次、3番にあった。なんとこいつも青さんだぜ。どのクエも隙がありませんね。ただの通路にとどまりません。武器種がばらけているのも良い点です。遊びの幅も広がるというもの。動画的にもネタになりやすいからね。神クエたちに感謝だ。
さてと、すれ違いでもらったのは以上。ここからは倉庫にあったクエを見ていくね。例の SNS で交換したクエストですね。もちろん改造リストとは照らしてるのでご安心を。まずは原種のバサルラーです。武器はこちらも弓ボウガン。見た目はドスランポスと全く一緒だ。この時点で育成の優先度は下がるな。マップと配置も今思えば微妙かな。川にバサルがいるのはいいんだけど。3マップだから結構ラーが来やすいんですよね。川は開けすぎてて合流時の対処が難しいです。そのため、いかにバサルを早く処理するかの勝負。今回は適当にヘビーで来ましたが。原種はアッシュより一回り行動が弱い。あの鬱陶しい結晶を飛ばしてこないからな。ただ、体力とか耐久面はアッシュと同じだ。思ったよりもすんなり倒せないぞ。いくらなんでも装備が適当すぎますね。耳栓も耐震も積んでいません。肉質的には貫通が極めて有効なんですが、専用装備組まないとしんどそうです。先行で足止めするにも限度があるからな。突進も普通に脅威になる。ガンナーだと合流されたらなおさら地獄だぜ。ちゃちゃっとバサルを終わらせるとしよう。このクエを交換した際は当然、マルチが生きていました。収集の傾向も今とは少し違ってたと思います。ソロ用に難度の低いモンスを求めてたよね。まだディアとかゲテモノに興味がなかった時期かな。高カロリーなのも集めてはいたけど、主にマルチ想定だった。差集なんて考えてもいなかったな。そう考えると我々もたくましくはなりましたね。自己産でディア原種を粘ることになるとは。サービス自体止まってるので仕方ないんですけど、だいぶ強力なモンスターへのメンタルも強くなりました。いつまでもラーだけに頼れないしな。環境が人を強くするんだ。よし、バサル終わり。適当装備でもゼロ針はさすがに出るか。生産最強担いでますからね。あとは耐震なしでラーを頑張りますよ。くっそ下りましたがなんとかラーも終了。10分以上かかりましたね。耐震なしヘビーで紫でラーを相手にするのはしんどかった。初期レベルでも舐めてちゃあかんな。このクエ、23のマップもいまいちなんだよな。紫は流差がないのがまだ救いなんだけど。他もそこまで広いパターンではないですからね。壇上に移動するっぽいのもダメな点です。が、このクエを残していたのには理由があります。それがお宝エリア。貫禄の宝市青さんだよ。凄まじい青さん率だね。リタマラだけ考えればこのクエが最高効率だ。育てるかめっちゃ迷うわ。メインデータには置くスペースないですね。サブキャラと繋いでコツコツ育てるクエにしますか。さてと、ではこれで最後になりますかね。ジンラーの片手双剣、こっちは原種です。これを交換したのもくっそ前だったよな。確かジンラー回すのにハマってた時だ。我々は崖天川紫の体験クエ持ってんだけど、ついぞそれを超えるものは入手できなかったな。先ほども述べた初期1ガケラーがなかなか見つからず、そもそも交換候補がほぼ現れませんでしたね。このクエは唯一の生き残りです。エリア2の砂までジンオウガが入れません。分断力が高いのはいいけど、砂が普通に戦いづらい。なるべくなら避けたいマップだな。続く傾斜文字をやるにはちょっと不安だ。わずかな高低差でため切りを好かりやすい。ジン君は狙うべき部位がかなり限られますからね。これで背中外したら大パン不可避ですよ。いいところは4の天井と1のお宝エリアですが、青鉱石は2個だけでしたが。青が1個減るだけで効率3割くらい変わるからな。リタマラ用としては不足してるね。つうことで、6クエの確認が完了した。なんだかんだどれも両クエだったかな。交換入手のものもそれなりでしたね。残していただけありました。で、あとは選別だけど、とりあえず2クエが優先度高いかな。まずはやはりジンアラーですね。これは空きもあるし、メインデータでの育成としましょう。ちょうど鉄線クエが欲しかったんです。双剣は GKS か鉄線が好きでして。多分一般的にも人気だと思う。空張りもいいしね。時点でこっちの壇上、これをどうするか迷うな。ラインナップ的にはメインデータに置きたいです。スタハメとジョーという唯一無二のものなので。ただ、もうメインに空きがありません。あとは全部140になってるので、どうしましょう。ぶっちゃけ手奥への双剣の方を消してもいいんだがな。手をあんまりやらねえし。ここはちょっと様子見と行こう。ジンアラー育ててからでも遅くないでしょ。それもそうですね。ささっと育てられるもんじゃないし。一番面倒な育成ターンがやってきますね。ここが毎度しんどいです。100ちょいからだと136までとしても20回くらい。どんだけ手際良くても数時間かかるからな。直近で計画してる動画シリーズもあるから、空き時間にでもやっていこうかな。早くしないとゴール探索企画のレパートリーがあんまりのんびりはしてられませんね。確定申告を乗り越えた今ならいけるはず。花粉に負けず頑張るぞ。ほいじゃ、次の動画で。またね。